はいどうもこんにちは、チャラです。今回からですね、東京リベンジャーズのアニメの方のね、感想考察をやっていきたいと思います。私、原作の方を読んだことありませんので、アニメのみの視聴ということで、アニメのみの視聴者の視点で感想考察をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。アニメ見たことない人にとってはね、ネタバレを含む内容になりますので、アニメまだ見てないよっていう方は動画をストップしてください。それでは行きましょう。はい、それでは気になっているポイント、まず一つ目。竹道以外にタイムリーパー存在するのかということで、今まで、アニメ17話までを見ての感想というか、考察になるんですけど、怪しいなと思っている人物、タイムリーパーがね、竹道以外にも存在するんじゃないかっていうことで、結構初期から皆さん見てると思うんですけど、東京リベンジャーズって言ってるんでね、リベンジする人が複数人いるんでしょうということで、もう一人なのかもう二人なのかはちょっとわかんないんですけど、怪しいなと思っている人物は現在自分は5人、候補が上がっています。でまず1人目が、マイキーで2人目がナオト、3人目がキサキ、4人目がハンマ、5人目がヒナタということで、現在この5人がちょっとタイムリーパーの可能性があるんじゃないかということで、見ています。でまず1人ずつ、ちょっと考察していくとですね、そんなに深い考察はできてないんですけど、まずマイキーですね。こちらはね、すごく、わかりやすいんですけど、わかりやすいというか、怪しい点がいくつもあるんですけど、まずね、初めて会った時、マイキーと竹道がですね、初対面の時、喧嘩賭博で、初対面、ね、あそこで会うんですけど、いきなりね、竹道が頑張っているところに、来て、気に入るんですけど、竹道のことを。初対面で、いくら頑張っていたとはいえ、いきなりね、ここまで入れ込むほど、気に入るのかなっていうのがちょっと疑問ではあります。で、こうやってちょっと怪しいなっていう視点で見ると、初めから竹道に会いに来たっていうその目的でそこに来たのかなっていう風に見えちゃうんですよね。ちょっと気に入るのが早すぎるというか。で、結構、前半に、あったシーンなので、かなり、マイキーとの出会いってのは重要なシーンだと思うんですけど、いきなりね、話しかけてね、お前本当に中学生って、竹道に言うのがね、本当に意味がわかんないんですよね。どう見ても中学生じゃないですか、竹道って。で、喧嘩賭博で喧嘩をしているシーンを見て、何を思って、お前本当に中学生って思ったのっていうね。中学生らしくない行動が一つもなかったにもかかわらず、この質問があったっていうのはすごく怪しいですね。はい。タイムリープのことを知っていないとこんな発言は出てこないので、マイキーは怪しいのかなと思います。では、二人目にナオトですね。はい。こちらはですね、ないかなと自分は思っているんですけど、一つ気になるのがですね、ドラケンを助けた後ですね、83構想が終わった後なんですけど、現代に戻ってきて、あっくんの呼び出しでね、美容院に行って、でその後、ひなたに会うんですけど、そこのシーンで、ひなたと、竹道がね、結局、最終的には二人でドライブして、公園に行って、ハンマと出会って、で、その後、ひなたが車に乗っているところに、あっくんが突撃してしまってっていう流れになるんですけど、あそこで、ひなたがね、ひなたと竹道が、車に乗っていることを知っている人物っていうのが、あの時点で直人ぐらいしかいないんじゃないかなっていう、そんなシーンに見えたんです。あっくんがつけてて、後ろからつけてたっていうシーンがちょっと描かれていましたので、あっくんがすぐね、つけてて、ハンマの方に電話をしたっていう可能性は大いにあるんですけど、
まあ、それ以外の可能性を考えると、直人もちょっとあの時点では怪しいというか、直人が連絡した可能性があるってことで一応候補者として、挙げられています。まあ、これで報告したから、直人がもし報告したからといってタイムリーパーなのかって言われるとちょっと疑問なんですけど、まあ、怪しいなっていうことで、1人挙げてみました。まあ、タイムリープのことも知っていますしね。はい。で、まあ、3人目がキサキということで、まあ、キサキは、タイムリーパーなのかどうかっていうのがすごく難しいところではあるんですけど、現時点で一番怪しいのはキサキですよね。まあ、キサキはね、なんだろう、3番隊の隊長の任命式で初めて、竹道と、会うんですけど、まあ、その時に竹道とすれ違った時にね、あって感じで竹道のことを見ていましたので、あの瞬間に竹道のことを把握してるっていうのはちょっとね、接点なかったはずなのに、なんであって驚いた顔をしたのかっていうのがちょっとね、怪しいなっていう感じがしますね。まあ、キサキがね、ナンバー2で、卍会のナンバー2になってたので、現代で、まあ結構あり得る話なのかなと思います。で、4人目がハンマということで、まあ、ハンマも、何が怪しいかって言ったら、現代にね、発案構想が終わった後の現代で、トイレに行っていた竹道とすれ違った時に、あれ車乗ってねえじゃんっていうこの発言ね。まあこのセリフもちょっと、あっくんから報告受けたのに、あれ乗ってねえじゃんっていう風に言った可能性が高いんですけど、そうじゃなかった場合は、タイムリーパーの可能性があるのかなっていうセリフになると思います。まあ、あからさまにね、ちょっと、罪と罰っていう手にね、なんか入れ墨掘ってるんですけど、あそこなんか、ミスリードだと思うんですけど、ちょっと怪しい点ですよね。で最後5人目に、日向ということで、まあ、これは何か怪しい点があるのかって言われると、今のところちょっと薄いんですけど、薄いというかほぼないんですけど、日向に関してなんで怪しいのかなって思ったのかっていうと、毎回やられてるんですよね、日向は。妃に狙われてるのか、マイキーに狙われてるのかちょっとわかんないですけど、その卍会の指示で、日向は毎回やられていると。でちょっと、思い出してほしいんですけど、第1話で竹道がタイムリープした時って、トリガーいなかったんじゃないかなっていう、その一番最初のタイムリープの、トリガーが、自分が死んでしまうことがトリガーになっているんじゃないかなっていうのが1話を見ると、まあ、握手していないんでね。でそうなるとお話の中で、まあ、死んでいる人物、まあアックもそうなんですけど、その死んだ人物って結構そのタイムリープした可能性高いんですよ、この東京リベンジャーズで。特に現代で死んだ人はですね。なんで、まあ、アックも怪しいんですけど、物語的になんか日向もタイムリープしてた方が、なんか物語が綺麗に終わるんじゃないかなっていうちょっとメタ的な発言になるんですけど、竹道も、日向を助けるために、タイムリープして、日向は自分が死なないようにするなのか、それとも、竹道と、別れないようにするためにタイムリープしたのか。なんかちょっともう動機はちょっとわかんないんですけど、多分竹道関連だと思うんですよね、日向も。で、まあこれはもう83コース終わった後の現代に帰った時の話なんですけど、まあ、日向は、なんだろう、帰ってきた時に、本来、竹道が振られたはずなのに、83構想後では竹道が、振っているっていう、この振った振られたの関係性が変わっていたので、ここで同じように過去に戻ってやり直した日向は竹道を振るって行動しなかったんじゃないかなっていう、そんな風に思っています。ちょっと長くなっちゃったんですけど、一つ目はこんな感じになります。はい、では2つ目、日向はなぜ毎回狙われているのかということで、こちらね、自分が初めて東京リベンジャーズを見たときに、直人と日向が両方、亡くなって、で竹道がタイムリープしてっていう流れで、2人を助けるお話なのかなっていうふうに思ってたんですけど、
実際その1回目、タイムリープして戻ってきた際に、直人に、将来君とお姉さんは死にますよっていうのを日付込みでね教えたことによって、その死んだ時の状況のね結末が、未来が変わって直人が助かったと。しかし日向は死んでしまうということで、ここからだけでもやっぱ、一番初めの第1話の状況と、2回目の、状況で日向だけが狙われていたのが確定すると。で、直人が巻き込まれただけっていう風になりますよね。ってことは犯人には、日向だけを殺す動機があるということになります。で、日向のことをちょっと考えてみるとですね、学生時代の、日向の話なんですけど、恨まれるような性格はしていないのかなと、思います。ひょっとしたら描かれていない裏の顔があるのかもしれないですけど、少なくとも過去の、日向の行動を見ている限りでは、そんなような恨まれるような性格はしていないのかなと。電車でうるさい、他の学校なのかちょっとわかんないですけど、学生たちにね注意して、おばあさんにねどうぞ座ってくださいってやったりとか、そういう気も聞きますし、竹道のこともね、すごくあったかく支えるというか、いい性格をしていると。エマちゃんにもすぐ気に入られたりね、そのマイキーだったりドラケンだったりにも、こんないい子はいないということで、日向はそう評価されていますので、殺されるような動機はないのかなと。で、どういう理由で殺されているのかっていうことを考えると、恋愛絡みしかないのかなと、思いますね。はい。借金とかそういう理由もあるかもしれないんですけど、そんなような性格をしているようにも見えませんので、ギャンブルやって借金とかね、そんな風には見えませんので、一番可能性が高いのは恋愛関係で、恨まれて毎回殺されているのかなっていう、逆恨みでやられているんじゃないかなと自分は今考えています。そう思った理由なんですけど、まず校内でも、噂の美人であることで、日向はね他のクラス他の学校からもね噂されるような美人ということで、どういう状況で知り合ったとしても、なんかね学生からしてみたらやっぱそういう可愛い子綺麗な子をね見たらね好きになる可能性高いと思うんですよ。でましてや日向はああいう性格なんで優しいんでね、少し優しくされたら勘違いしてしまう学生もいると思うんですよね。となると、日向とそのどっかで接点がある他の学校の学生か、同じ学校かもしれないですけど、で東京卍会に関係がある学生が犯人なんじゃないかなと思います。それが誰なのかっていうのはちょっと今の時点ではあれですけど、アニメを見ている17話までの時点で判断するとやっぱね一番怪しいのは妃なんですよね。で妃と日向に接点はあるのかってところなんですけど、これが非常に難しくてですね、ないんですよ。日向と妃に接点がなくてですね、どうやったら日向と逆にどうやったら日向と妃が接点を持てるのか、で妃が日向に惚れるのかっていうことを考えた方がいいと思うんですよね。で何か共通点があるんじゃないかと。日向と、妃に共通点が何かないかと考えたんですよ。でなんかないかなと思っていろいろちょっとアニメ見返してたんですけど、一個ね怪しいのがね妃の過去妃が若い頃すごくね若い頃不良になる前のシーンで出てきたじゃないですか。あのシーンでなんかガリ麺っぽい見た目をしていたと思うんです。すごい偏見なんですけど、妃は多分頭がいいっていう設定なので、裏からね自分の手を汚さずに、人を殺すことができるってぐらい根回しができる、先読みができる、人の心を読むことができるほど頭が切れるっていう設定なので、おそらく彼は、進学塾に行ってるはずなんですよ。おそらくですけど、見た目でね、
多分ですけど。はい。で、侵略塾っていうと、一個思い出されるのが、日向も塾に行ってるんですよね。まあ、学生なんだから塾行ってるのは当たり前だろって思う人もいるかもしれないんですけど、物語の中で、17話の中で、日向は2回塾に行ってたっていう話をしてるんですよね。竹道に。これって結構なんか、ヒントになってるんじゃないかなと自分は思ったんですよ。わざわざ、何にもその塾のシーンとか描かれないのに、塾に行ってたよって竹道に報告するって、なんかね、怪しいんですよね。で、それがなんかヒントになってんじゃないかなって考えると、結構強引ですけど、木崎との接点は、その塾で生まれてたんじゃないかなって。なんか、消しゴムを落としたら、日向が貸してくれたとかね。そう。ボールペンを落としたら、日向が貸してくれたとか、なんか、助けたみたいなエピソードがあって昔。で、それで、木崎が日向に一目惚れしたと。で、大人になって、日向と出会う機会があって、木崎は、日向のことをずっと好きで、狙ってたんじゃないかな。で、なんだろう、振られたのかなちょっとわかんないけど、いざこざがあって、日向を殺すっていう逆恨みでね。みたいな。そんなようなストーリーがすごく一番狙われている理由としては分かりやすい。日向の性格から、人物像からすると、狙われる理由っていうのはやっぱ恋愛しかないかなと自分は思うので、恋愛だとしたら、木崎はそういう点で接点を持つことができるんじゃないかなと。まあ、木崎が怪しいっていう前提で喋ってるんですけど、他の人物もまあ、怪しい人、いるかもしれないんですけど、ちょっとね、現時点でまだ思いついていないので、まあ、今のところその、2点ですね。竹道以外にタイムリープは存在するのか、日向はなぜ毎回狙われているのかっていうのが、アニメだけ視聴している私の気になっているポイントになります。はい、ということで、アニメ17話はね、見た原作未読者の、気になっているポイント2点ということで、お話をしてきましたけど、まあ他にもね、気になる点がね、ほんといっぱいあるんですよね。東京リベンジャーズね、考察要素がいっぱいあってですね、見てて本当に毎回面白い。はい、ということで、今後ね、今気になってるポイントを、まあ、少しずつ、人物別とかね、竹道だったり、マイキーだったり、まあ、今回紹介したね、日向、木崎、半間直人とか、それぞれの考察だったりとか、まあ、他にも考察したいポイントがいくつかありますので、そちらの方も動画にしていきますので、よろしかったら、ご視聴の方よろしくお願いします。他のアニメもね、これから、まあ、時間があれば、どんどん動画化していこうかと思いますので、よかったらチャンネル登録、動画への高評価、よろしくお願いします。またね、まあ、東京リベンジャーズの、コメントだったり、感想考察だったり、ありましたら、コメント欄にどんどん記入をお願いします。ちょっとね、原作、未読者ということで、ちょっと原作の方のネタバレはちょっと控えていただきたいんですけど、まあ、アニメ視聴者、アニメのみ視聴者、まあ、映画もアニメなのかなちょっと映画見てないんでわかんないんですけど、まあ、アニメ視聴のみの方向けのコメントでどうかよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回、お会いしましょう。さよなら。